生まれ変わりのサイクルって、節さん、どうなんですか？その、あの、ない、はい。ないと思います。ないと思うんですけサイクル。ど、今日もうちのスタッフたちと、うちの旦那さんたちと、話題になったんですけど、先はい。生のご本の中で、とても早いサイクルで生まれ変わってる人たちがたくさん出てくるんですけうん。ど、事例があるんですけど、私そういうのは、さすがになくて、で、ただ、過去性を見て、私は過去性見てくださいって言われて見る場合と、何かの件で、リーディングをお願いされて見てるときに、あ、過去性が出てきましたけどって言って、いきなり過去性が聞かれてないのに過去性が出てくる場合があって、それはその人のその今世で今のご状況だったりとか、今ご質問してくださることなので、その時の一番自分の過去性で一番影響がある過去性が出てくるんですね。で、ですけど、だんだんなんかもう過去性にしてはすごいなんか最近の近年に近い格好なんですけどねってそのお洋服とかを見て、今のお洋服にちょっと似てる感じなので最近の過去性だと思いますっていうふうに言うことがとても前より多くなったと思うんですけど、先生のご本にあるような、本当についこの間、私たちが今世で私たちが生きている間にも亡くなった方が生まれ変わってるっていうのは、ちょっと私、すごいびっくりしたんですけど、まあ先生はね、そういうのでちゃんと、プルーフできるものを教えてくださってるわけですけど、先生、その辺、もうサイクルとかっていうのはどうお考えですか？うん。事例のね、多くが、やっぱり非業の死を遂げてるとかね、そういうことがうん、多いので、そして、節さんのところにいらっしゃる方っていうのは、そもそも自分の過去性がわからないっていう方がいらっしゃるんですよね。ですから、はい。わかる方っていうのは、やはり、死に方が、まあ、ちょっとトラウマ的で、うん、本来だったらば、それを忘れるっていう、なんていうか、過去性のことをね、忘れるっていうメカニズムが働かうん。なかった場合が多いんじゃないかなと推察しまあす。あ、なでするほどね。だからそういう方は別に節さんのとこ行って私の過去性何だったって全然聞かないでしょうし、でも多くのうん。方はそれはもう一応消化して、そして少なくとも健在意識のところには上ってこない段階にいらっしゃる意識状態の方だと思うので、だからこそ節さんのところにいらっしゃると思うんですけど、ですからそういう方の過去性っていうのは、そんな、もしかしたら最近のもあるかもしれないけれども、それはトラウマ的なものではないので、ですから、そしてまたその方の今にとって重要ではないかもしれないので出てこないっていうのがあるのかなと。だから、サイクルがあるかないかっていうと、別にサイクルがあるというわけではないと僕も思います。他の要因によって、それが早いか遅いか、それから、生まれてきたいけども、例えばこの、お母さんのとこ生まれてきたいけど、いやでもお母さんも年齢的に子供を産む年齢じゃないからっていうと、そうすると、あくまでそのお母さんがおばあちゃんですから、そのお母さんの娘さんがある程度成長するまで待つとかね。まあそんな風にこちらの肉体的な都合とあちらの都合とそのすり合わせだと思いますね。はい。はい、面白い。うん。カルマのことについても事例から言える範囲で、ですからカルマで例えば悪いこと、まあ、そもそも善悪っていうのは魂のレベルで言うとないとも思うんですけれども、魂的にこうなんか心地よくって、ワクワクできてっていうのを、まあ、とりあえずいいというふうに言っていて、なんかこう魂が縮こまるようなものをとりあえず悪いというカテゴリーライズしてるけれども、まあ、とりあえず善悪はないけど、まあ、とりあえずそういう意味の善悪っていうふうに一応区切ると、そうすると仮に悪いことをしたとしても、その亡くなる時の意識のこう消化状態っていうんですかね。すごく悪いことをしたけれども、でも、まあ、あれも仕方なかったなという形で亡くなって、そして次に生まれた場合と、いやー、ほんま悪いことしたわと思って次に生まれた場合とでは違うように思います。で、それは、模範の事例とか、それから先天的な欠損の事例ですね。例えば前世で、鉄砲で撃たれて死んだっていう子の胸にこことここに
あざがあっうんて、しかうんも、弾が入った場所と出た場所で、出た場所の方が一般的に大きいですよね。ですから、あざもそんな風に大きいとかね。あるいは、うん前世で、ナタで殺されようとなった時に、こうやって防ごうと思って、でも指全部切り落とされちゃったという記憶を持っている方が指がない状態で生まれてきたりとか、そういうのがあります。で、いわゆるカルマという考え方からすると、被害を受けた人がそう先天的な欠損を持ってるっていうのは非常に納得しがたいですよね。うんなんかその切った人がそういうふうならわかるけれはいども、なんで切らうんれた人かって感じが。でも一つの解はい釈としては、我々の意識の力ってものすごく大きいので、例えばうん今のね、現世であっても、催眠状態になると、例えばほら手で、今からタバコの火押し当てますよって言われて、本当にボールペンでツッて疲れただけでも、あ、熱いって言って、本当にうんやけどになったりしますでしょ。しまそうす。すなんですね。るんです。本当に。はい。えー、催眠へのかかりやすさにもよるんですけれども、はい。まあ、そういうことがあるぐらいなので、で、意識の力によって肉体に影響を与える。ましてや、その新しい、胎児の体ができるときに、うわ、やられたという意識の状態ですぐに、まあ、新しい肉体を持ったとしたら、そのことが強く意識されていて、先天的な欠損になってくるっていう解釈は可能だと思うんですよ。そうすると、どんな亡くなり方であっても、とにかく亡くなる時の意識がとても大事なんだ。これは仏教とかいろんなところで言われていることなんだけれども、そういうことを常に意識していて、瞬間に死んだら死んだことも分かんないかもしれないんですけれども、でも死んだことが分かった時点で、あ、そうやそうや、意識の状態が大事みたいな感じのことをね、意識してれば、次の生ではいわゆる悪いカルマも相当解消されて生まれてくるんじゃないかなというふうには思いますね。うん